NFT スタジオ24ポッドキャストへようこそ。本日は日本の衆議院議員であり Web3PT 座長である平正明さんをお迎えしました。平さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。平議員は、これまで日本の経済やあとイノベーションというところでも政策立案に関わってこられたと思うんですけども、特に Web3 という文脈で今力を注がれていて、日本の Web3 領域で、そこを力を入れていこうと考えた理由、きっかけなど教えてもらってよろしいですか。去年なんですけども、去年の初めに、去年の1月に、自民党っていう、政府与党の中でデジタル政策を作る本部があって、その中でですね、NFT に関する政策を作るようにという、指示がありました。一昨年ぐらいかなりそのデジタルアートと NFT がですね、世界的に盛り上がったり、あとプロバスケットボールチームのトップショットでしたっけ、なんかも盛り上がってましたので、この NFT に対するですね、産業振興をどうするかという宿題をもらい、その時に NFT の規制に関するプロジェクトチームというのを立ち上げたんですが、NFT を見る時に NFT だけ見ててもしょうがないので、やっぱりベースのブロックチェーンもしくは暗号資産で、さらには NFT、さらにその組織全体を回す DAO とか、金融の DeFi だとか、あとはその先にメタバースっていうものが出てくるので、そのエコシステム全体を見てですね、政策を考える必要があるだろうと、また税金の仕組みを考える必要があるだろうということで、定義をまとめたのが一つと、あともう一方で日本ってコンテンツ大国なので、日本のポテンシャルを最大化する、そういった政策にですね、こういった新しい技術が使えるんじゃないかっていうふうに思っていたもんですから、そういう問題意識を持ってですね、じゃあやりますということで、プロジェクトチームを作り、ホワイトペーパーっていうですね、網羅的な政策提言をさせていただいたところです。はい、ありがとうございます。で、今じゃあ現状において、既存の、日本の産業だったり事業と、あとその Web3 ブロックチェーンの活用については今現時点ではどのような展望をお持ちですか。世界と比べて日本が特徴的な点がいくつかあって、一つは日本を代表するような大企業が非常に Web3 に関心を持っていると。だから日本を代表する大きな銀行、日本でいうとメガバンクって言いますけども、そういった銀行がですね、ステーブルコインを発行しようということでですね、この6月からそういったことにチャレンジをしていたり、これからいろんな日本の大企業からですね Web3 領域の新しい取り組みの発表があると思います。でもう一つはその地方経済の活性化、日本の政策テーマでいうと地方創生という言い方をしますが、ここでもですね、Web3 を活用して地方創生を実現しようと。例えば今ふるさと納税っていう仕組みがあるんですけども、例えばふるさと納税っていう仕組みを使って自治体が NFT を発行して、その NFT を持っている人たちにそのエリアで特別な体験をしてもらったり、そのエリアの特産品をですね、その手に入れることができるようになったりという形で、自治体からそういった取り組みがどんどん発表されるというふうに思います。こういった2つの流れは世界的に見ても結構珍しい、日本独特な取り組みじゃないかなと思ってます。なるほど。いろんな領域で少しずつ今浸透していってるなっていうのを肌で感じますので、またその発展が楽しみですね。世界中今クリプトウィンターで、昨日もあるセッション出たらもう厳しい冬だと、厳冬だというふうに言ってましたが、この間日本初のですね、Web3 のスタートアップの経営者とも話をしてましたけども、日本は暖冬だよねという話もしていたし、比較的規制一辺倒のアメリカやヨーロッパ、シンガポールとかドバイもどちらかというと規制強化にいっていく中で、日本は着実にですね、そのルール整備が進んでいるということだと思うし、日本の政治家、ルールメーカーというかローメーカーが比較的本質を理解しているので、これから事業に取り組む人たちもですね、取り組む相手としては日本は悪くないと思いますよね。ありがとうございます。規制のお話が出たんですけれども、暗号通貨に関してはやっぱりこのクリプトウィンダーでいろんな事件が起こったりとかしていて、ただ一方で日本はそこの規制が進んでいたからこそユーザーが守られたと
いうような経緯もあったと思うんですけれども、一方で平さんは、イノベーションに関してもやっぱりいろいろな提唱されているので、その規制とイノベーションのバランスという観点で、次の規制への緩和なのか対応なのかっていうのはどのように考えられてますか？まずアメリカで起きていたことは、例えば FTX の破綻とかありましたけども、我々Web3 もやってますけども、うちのプロジェクトチームは金融のプロフェッショナルも多いので、我々から見ればこれ海外には伝わりにくいかもしれませんが、昭和の時代の金融事件ですよね、あれってはっきり言って預かったお金を分離管理してなくて、しかも一部子会社で投資に回していたということなので、それがブロックチェーンの本質に何かですね、悪い影響を与えるかといえばそういうことではないというふうに思ってるし、我々はあんまり暗号資産上がった下がったの、マネーゲームにもそれほど関心がなくて、やっぱり実態というかアナログの価値を最大化するためのWeb3 というような、視点が強いものですから、そういった意味ではですね、我々は全く動揺もしなかったし、政策の方向性もぶれてないと思います。で、規制緩和かその規制強化かっていう、もうその二者選択自体もちょっと考え方が古くて、レギュレーションのデザインですよね。ですから、緩めるとかは緩めるけど、ルールがないとかちゃんと作らなければいけないと。一昔前は規制緩和って言われたんだけど、ちゃんとルールを作らないと、特にエスタブリッシュメントの企業、大企業はコンプライアンスで入ってこれないので、だからちゃんと規制を作ってあげることによって、その大資本とか伝統的な大企業が参入できるということもあるので、全体を見ながら規制を緩めるところ、もしくは規制を強化するところで、あとはそれは法律でいくのかガイドラインでいくのか、しかもそのガイドラインも業界団体の自主規制でいくのか、政府も入ってそのガイドラインを作り上げるのかって、いろんなバリエーションがあるので、それは時間軸と全体を俯瞰しながら、規制のデザインを進めていくということだと思います。非常に頼もしいガイドだったので、ますますやっぱり大きな企業とか大きな資本が入っていくためには、やはりその地盤というのはすごく大事だなっていうふうに私も共感します。で、先ほどその日本の魅力というのは、例えばコンテンツ大国とか、あと IP とかというふうに言われるんですけども、そのあたりと例えばデジタルアセットとかデジタル NFT とかああたりとのコラボレーションとさせることによって、どのような可能性があるとか活用方法とかはお考えですか？例えばもうガチのアナログのコンテンツでいくと、日本の地方での観光体験みたいなものがあると思うんですが、例えば北海道のですね、富裕層が集まるスキー場のそのリフトをですね、開始する時間の15分だけ早く乗れるチケットっていうのを NFT で出したと。でそれを5000円、多分5000円で出したって聞いてますけども、それが NFT で出すことによって最終価格が9万円になったわけですよね。でそれはその世界遠くからわざわざその北海道のスキー場まで来られた方から見れば、でそれしかも富裕層多いわけですから、誰も足跡のつけてないそのパウダースノーのスキー場を滑れるわけだから、本来そういう価値があるわけですよね。だからそういった意味ではそもそも値付けが弱いと。でそれが NFT で発行されていなければ、転売する人だけが儲かったと。ただ NFT でスマートコントラクトで、どういう設計したかは私は知りませんが、やり方次第では転売されるたんびにそのスキー場の管理会社、リフトの管理事業者にお金が戻ってくるわけですよね。ですからそういった意味では本当にアナログの価値といったものの価値を最大化するために NFT を使うってこともあるでしょうし、コンテンツで言えば例えば日本の伝統文化、水墨画の国宝がありますと。でそれをデジタルで精細にスキャンをして、いわゆる今 4K、8K、さらに今10何 K とかいうのもあるらしいですけども、そういった技術を使って再現をした屏風をですね、500万ぐらいで売るっていうプロジェクトも実際あるんですが、その NFT と結びついているアートとか、そういった伝統文化のものが本物であればあるほどやっぱりその価値ってあるはずなので、そういったデジタルのデータそのものを NFT 化して、そのしっかりとしたマーケットプレイスを作って、マーケットを作っていくっていう考え方もあるでしょうし、あとは漫画
アニメ、ポップカルチャーでこういったところもですね、もう世界中にファンがいるわけですよね。世界行くとみんな日本大好きって、なんでそんなに好きなのって言ったら、こういう漫画読んだ、ああいう漫画読んだっていう人はたくさんいるので、こういった価値もですね、コレクターのマーケットをちゃんと作れば、その価値をどんどんこう増やしていく、潜在価値を最大化するっていうのはできるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。そういう独特の日本ならではの取り組みがあるからこそ、やっぱり海外からもその注目されていると思うんですね。あとは日本の IP とかとコラボできないかなとか、自分たちが何かここに対して事業を起こせないかとか、そういうなんか海外のファウンダーだったり、また投資家たちに対しては、どのようななんか歓迎があるというかサポートがあるとお考えですか？なんていうんですかね、予見可能性を高めるっていうのが、その投資をするとか起業する人たちにとっては大事だと思うんです。それで、初期の頃は、暗号資産ですごい盛り上がったり、Web3 の初期の頃はやっぱりそのアメリカとかね、イギリス、シンガポールはじめ、法律の体系でいうといわゆる英米法っていう法律のところは新しい技術ができてビジネスのサービスを始めようとする際に、法律に書いてなければやっていいと。でその上で何かトラブルが起きたら、司法で解決で、それが積み重なってルールが形成されるっていうところの方が非常に馴染みが良かったんですよね。で我々のような大陸法というのはかっちりとその規制の体系ができているので、なんていうのかな、書いてなければやっていいっていうよりは、グレーゾーンでちょっと怖くて入っていけないと大企業がっていうことだったんですが、今一周回ってクリプトインターになって、なんか後からあれダメだって言われるケースがアメリカなんかでも増えてるわけですよね。後出しじゃんけん。だから確かに日本は遅かったけど、でもそのルールができた後はものすごくセキュアっていうかスタビリティがあるというか、いう環境になっているので、いろんな課題はあるものの、何か始めるにして今一番なんか話がしやすいところ、予見可能性があるのは日本じゃないかということになっていると思います。じゃあぜひさまざまなね国からのオファーが来るといいですね。そうですね。なんか今いろんな人と話をしてますけども、日本の注目度は高いですよね。日本以外にじゃああとどこっていう話はあまり聞かないですね。はい。ありがとうございます。その NFT スタジオ24も、Web3 領域において、コミュニティを持ったりとか、いろんなメディアとして活動してるんですけれども、日本とその海外の橋渡しみたいな役割も担えたらなと思っていて、そのあたりでこう、アドバイスなどいただけると嬉しいんですが。我々、AI とか Web3 とかのプロジェクトチームを回すときに、今回かなり気をつけてやったのは、ほぼ同時で英語発信をするということなんですよね。ですからホワイトペーパーも、単なる AI の翻訳にとどまらず、専門家も入れてリーガルチェックをして、英語版のホワイトペーパーを出しています。でまた今世界から、いわゆるテックジャイアントのですね、いわゆる幹部が日本に来てですね、で私と面会をしたいというオファーがある際に、もうみんなホワイトペーパー読んでから来てるっていうのもあるので、そういった意味では、我々の PT に注目をしていただいてですね、ぜひ我々の PT の動きとか、ホワイトペーパーとか中間提言とか緊急提言とか、こういったものをどんどん世界に発信をしていただければ、いわゆる規制当局とかそのローメーカーが日本何考えているのかっていうのをリアルタイムに発信されると思いますし、あと一番情報入るのは私のツイッターなんで。みんなにツイッターアカウントをフォローするようにですね、言っていただけるといいかなと思いますね。最近もね SBT の取り組みを、そうですね。SBT、今日は発表しました。いろんなWeb3 関係のメディアにも取り上げていただいて、ぜひ私のこれ外国の方は党員になれませんけども、東京に住まれている方はですね、Web3 盛り上げようって言った時に一番大事なのは、私がどれだけ政治的にパワーを得られるかなので、その時に私の紹介者の自民党員が多いっていうのは非常にパワーになるので、そういう人に限って今回ソウルバンドトークンを発行しますという取り組みをやってますので、ぜひゲットしていただきたいというふうに思います。先着1000名なので、先着1000名なので、お願いします。追加はないので、ありがとうございます。
では最後にですね今このご覧の視聴者に向けて、あと Web3 デベロッパーだったりクリエイターだったり、この日本の Web3 に期待する人たちに対してのメッセージをお願いします。やっぱり日本今面白い局面にあって、ステーブルコインが出てくるし、あと我々は今 DAO の議員立法をしようということも考えてるし、さらには世界で一番安心安全な取引所もあると、さらにさっき言ったようにその地方創生の文脈でも、Web3 は盛り上がってくるし、そういった意味ではなんかこうパーツが揃ってきたなという感じがします。でさらにはそのブロックチェーンに対して理解の深い議員グループがその政府与党の真ん中にいるということなので、ぜひですね、日本のなんていうのかな、価値を最大化するような文脈で世界の人たちと一緒に取り組めたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、まさに本当に今日説得力のあるお言葉いただきましたので、説得力のあるお言葉いただきましたので、僕たちもこの言葉を胸に今後も Web3 の発展、日本の発展に努めたいと思います。はい、本日は貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。